やあ、葵だよ。おっす、レオだぞ。これは何をあげてるんだ？これはね、アジをあげてるんだよ。味って魚の尾？そう、今日はアジを使って南蛮漬けを作ってみようと思います。南蛮漬けってどんな料理なんだ？魚や肉、野菜などを油で揚げて、唐辛子やネギなどの香味野菜と一緒に甘酢に漬けた料理のことだよ。なるほど、それはうまそうだな。じゃあ、早速調理工程を見ていこうか。それでは皆さん、今日もよろしくお願いします。頑張っていここちらが今回使用したものの一覧です。だしパックがない場合は、だしの素を使用しても大丈夫ですし、昆布や鰹節でだしを取れば、より一層美味しく作れます。う。出たな、葵の秘密アイテム、食品用ビニール袋。特に秘密でも何でもないけどね。いいんだよ、雰囲気が大事なんだよ。ならいいんだけど、で、このビニール袋は何のために使うんだ？これはね、タッパーとかの漬け込む容器に匂いや醤油の色が移らないようにするためだよ。色とか匂いってそんなにすぐに移るものなのか？お酢みたいに酸味の強いものや玉ねぎみたいに香りの強い匂いはすぐに移ってしまうよね。じゃあしっかりと対策しなきゃだな。そうだね、長く使えるように道具は大事にしなきゃね。綺麗な包丁だな。そうでしょう？気まぐれブルーっていう包丁なんだよ。ブルーって葵にぴったりの色だよな。えへへ、そうかな。お、最初は玉ねぎか。そうだね、さっと玉ねぎを水で洗ってから切っていくよ。玉ねぎの乾燥が不十分だと皮に黒カビが発生している可能性があるから水で洗うんだよな。その通りだよ、さすがレオだね。ふふん、どうだ、俺だって日々成長しているんだぞ。すごいね、僕も頑張って視聴者の皆さんに認めてもらえるようにならなきゃね。玉ねぎをしっかりと洗ったらヘタを切り落として2つに割って皮を剥いていきます。皮って切る前に剥くんじゃないのか？そうだね、大体の料理本やレシピには先に剥くように書いてあるよね。でもね、どうせ皮を剥くんだったら剥きやすいやり方を選ぶよね。まあそれはそうだな。なので僕は先に切ってから皮を剥く派なんだよね。皮が剥けたら玉ねぎを繊維に沿ってスライスしていきます。もしも玉ねぎの辛みが苦手な方はこの時に繊維を断ち切るようにスライスして水でさらすと辛みが抜けやすいので試してみてください。刻んでいくうちに高さや形が切りにくくなってきたら倒して向きを変えたり、あえて反対から切ってみたり、いろいろと工夫してみてください。とりあえず玉ねぎを全部刻んでタッパーに入れましょう。刻めました。次は人参を刻んで同様にタッパーへ入れます。人参はいつも通り皮がついたままでいいのか？そうだね、皮には食物繊維などの栄養が多く含まれているからね。ヘタを切り落として真ん中あたりで2等分します。どこか一面を切り落としてその面を下にして切ると残りの面も安定して切れると思います。この切り落とした皮はどうするんだ？この部分は別の料理に使おうかなって思ってるので後でラップにくるんで取っておきます。皮の部分を切り落としたら薄くスライスします。葵、薄くスライスするの難しいぞ。無理に包丁を使わなくても大丈夫だよ。スライサーとかいろいろと便利なキッチングッズがあるからそういったものを利用してもらえると簡単にできると思うよ。そうか、無理に葵と同じようにしなくてもいいんだな。そうだよ、自分のやりやすい方法で楽しく料理できて美味しいものを食べれたらすごく幸せだよね。指を切らないよう注意して刻んでいきます。早送りでテンポアップだな。刻めたら先ほどのタッパーに入れて野菜の下準備は完了です。次は南蛮酢を合わせていきましょう。鍋に調味料を入れていきます。砂糖を大さじ4杯、水 300cc、穀物酢 300cc、薄口醤油 125cc、みりん 100cc。よくかき混ぜてだしパックを1袋入れて火をつけます。沸騰したら火を消してだしパックからの旨味が出るのをじっと待ちます。いいだしが取れたら再度沸騰させて熱いまま玉ねぎと人参が入っているタッパーへ注ぎます。南蛮酢を入れたらすぐに箸などでかき混ぜて全体に熱が伝わるようにしてください。これで南蛮漬けの土台が出来上がりました。あとはアジを揚げてここに漬け込むだけです。さて本日のメイン食材、海なし店のスーパーで手に入れましたこちらのアジをさばいていきます。俺、その硬い部分のこと知ってるぞ。ゼイゴって言うんだろう。そうだよ、よく知ってるね。
さっきスマホで調べたんだ。情報の鮮度抜群だね。ゼイゴは残っていると口当たりが悪くなるので、しっかり取ることをおすすめします。頭の付近まで続いてる細かい鱗もこそいできれいに取ります。ゼイゴを取ったら3枚おろししていきます。ヒレの後ろから斜めに包丁を入れて中骨に軽く切り込みを入れます。反対側も同じように斜めに包丁を入れて中骨に切り込みを入れると頭が外れます。腹の部分にある小さい穴から頭に向かって逆包丁を入れて、小さい穴より尻尾側にも切れ目を入れてお腹を開きます。内臓の付け根、中骨の血合い部分に包丁の顎部分をぐっと押し当てて外側にこそぐようにして内臓を取ります。この後に水洗いしますので、中骨に沿って血合いの部分に切れ目をざっと入れます。2尾目も同様に処理したらお腹の部分を洗っていきます。鮮度の良くないもののお腹を洗う時ですが、指を使って頭側から尻尾側へこそぐようにしてしまうと腹骨が指に刺さってしまうことが稀にありますので注意してください。じゃあ尻尾側から頭側に向かってこそげばいいんだな。そうだね。あくまでも指を使う場合のことだから、ささらとかブラシなどを使う場合は気にしなくてもいいと思うよ。ただこれらの道具も鮮度が良くないものに使うときはお腹がボロボロにならないように優しく扱った方がいいと思います。きれいに洗えたらキッチンペーパーなどで水気を拭いていきます。お腹の中もきれいに水気を取りましょう。次は3枚おろししていきます。尻びれの上を滑らすように中骨に沿って尻尾側へ包丁を入れていきます。尻尾に到達したら向こう側に少しだけ包丁の先を突き出させます。その切れ目を取っかかりにして反対側にも包丁を入れていきます。下側に入らないように骨の上を滑らせる感じで包丁を動かします。尻尾側にズボッと包丁を差し込んで頭側に向かって動かして中骨とつながっている腹骨を断ち切ります。つながっている尻尾の部分を切って身を外します。裏返して反対側の身を下ろしていきます。裏面は背中側から包丁を入れていきます。頭のついていた方から尻尾に向かって一息に包丁を入れます。先ほどと同じように尻尾の向こう側に包丁の先を突き出させます。お腹側も先ほどと同じように尻尾の切れ根を取っかかりにして包丁を入れていきます。尻尾の端にズボッと包丁を差し込んで頭側に向かって包丁を動かして腹骨を断ち切ります。もう一尾も同じように下ろしていきます。全体を通してのポイントなのですが、包丁の角度はなるべく刃先が骨側に向くような感覚、約10度くらいですかね。力は入れずにゆっくりと包丁を骨に沿わせて角度を維持しながら動かすと綺麗に下ろせるかと思います。そんなこと言われてもさっぱりわからないぞ。できる気がしないし。見てるだけじゃやっぱりわからないと思うよ。失敗してボロボロになってもいいから何回もチャレンジしたらきっとコツもつかめるよ。よし、俺も頑張って練習してみるか。視聴者の皆さんも最初はうまくできないかもだけど、誰でも初めてはあるので臆することなくぜひチャレンジしてみてください。もしもうまくおろすことができたらコメント欄で教えてくれよな。質問などもありましたらぜひお願いします。3枚おろしができました。次は腹骨をすいていきます。この個体はあまり鮮度が良くなかったのか身がへたっている感じですね。頭付近の小骨と腹骨がつながっているので逆包丁で断ち切ってから腹骨をすきます。これもまた難しそうだな。腹骨をすき取る時のポイントはゆっくりと少しずつ力を入れすぎずに包丁を進めていけばうまくすき取れると思います。腹骨がすき取れたら血合い骨を抜いていきます。頭を落とした断面部分から尾に向かって血合いを指で逆なでするとわずかに小骨が飛び出ていることがわかります。左手の指で軽く身を押さえつつ右手の骨抜きで小骨をつかみ右方向にほぼ水平に動かすイメージで引っ張ると抜きやすいです。葵、手が邪魔です。ごめん、画角ミスったんだよ。次の機会に詳しくお見せするので今回は許してください。いいよ、全然気にしてないから。レオは良くても視聴者の皆さんが良くないかもだから。それはそうだな。次から気をつけような。骨抜きが終わりました。次は身を切っていきます。今回は皮目に浅く切り込みを入れてみます。なんでなんだ。調味液と接触する面積を増やしてしっかりと味が乗るようにかな。なるほど、切れ目が入った部分にも味が染み込むようになるんだな。あくまでも今回は試しにやってみるだけだから普通に切り分けて作っても大丈夫だよ。4切れほどに切り分けていきます。
すべての実が切れました。次は片栗粉をまぶしていきます。葵、この骨は何に使うんだ？南蛮漬けって骨もつけれるのか？これは骨せんべいを作ろうかと思ったんだけど、尺が長くなるので別の動画として投稿するね。せんべい美味しそうだな。俺せんべい好きだぞ。ふふふ、楽しみにしててね。ビニール袋にアジと片栗粉を入れます。なければボウルでいいと思います。片栗粉はどのくらいの量を入れればいいんだ？大体でいいと思うよ。アジの量によっても変わるだろうし。ここでしっかりと片栗粉をまぶしておくと、厚めの衣が南蛮酢を吸ってくれて味の乗りも良くなるような気がする。片栗粉をまぶしたら175度前後の油で揚げます。衣がしっかりとしてきて火が通ったら取り出しましょう。しっかりと油が切れたら熱いうちに南蛮酢の中に入れていきます。冷まさなくて大丈夫なのか？南蛮酢の中で冷ますんだけど、煮物などの料理は冷める過程で味が乗るからそれの応用だね。いろいろあるんだな。そうだね、いろいろあるから一つ一つ分かってくると料理はすごく楽しくなるんだよ。俺は食べる役でいいや。難しいことはわからないし。じゃあ僕がこれからも美味しい料理を作ってレオと視聴者の皆さんに紹介していくよ。楽しみにしてるぞ。視聴者のみんなもチャンネル登録して葵の作る美味しい料理を見逃さないようにしような。揚げ終わったのでアジと野菜を入れ替えるようにして南蛮酢の中に沈めていきます。仕上げにすだちをスライスして香り付けに入れていきます。すだちじゃないとダメなのか？レモンなどの他の柑橘類なら何でも合うんじゃないかな。そういえば唐辛子が入ってないけどいいのか？今回は入れ忘れたのでなしです。無理に入れなくても大丈夫だしね。そうなのか。唐辛子はなんで入れるんだ？味を引き締めるためって聞いたことがあるよ。地方によっては唐辛子のことを南蛮って呼ぶところもあるみたいだけどね。じゃあ南蛮漬けは唐辛子漬けっていう意味なのか？南蛮漬けという名前の由来は室町時代から江戸時代にスペインやポルトガルなどの国々を指す南蛮という言葉に由来していて、これらの国々から伝わった料理エスカベッシュが南蛮漬けの起源とされてて、香辛料や香草油を使った新しい調理法を日本に伝えた南蛮人ということから名付けられたらしいよ。そんな由来があったのか。結構昔からある料理なんだな。そうだね、長い歴史の中で培われてきた料理ってたくさんあるんだよ。そういった料理をこれからも視聴者の皆さんに紹介していけたらと思います。すだちを切れたら3時間ほど冷ましてお皿に盛り付けて完成です。上からネギを散らしたら彩りもいいですね。すげえうまそうだな。とても美味しいので皆さんもぜひチャレンジして作ってみてください。最後まで見てくれてありがとう。次の動画も楽しみにしててくれよな。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。